おはようございます。上上太一です。今日は周りがカリッと中がもちもちのピザ生地を紹介したいと思います。今回は家庭用のオーブンで最後仕上げたので、その時のコツも紹介したいと思います。それでは一緒に作っていきましょう。それではまず材料を紹介します。小麦粉、米粉、あと温かい水ですね、あとオリーブオイル、塩、生イーストになります。分量はまた概要欄に、載せておきますので、そちらを参考にしてください。それではキッチンエイドを使って混ぜていきます。このキッチンエイドつい最近買ったので、どうしても使いたくて今回ピザ生地で初めて使います。このように小麦粉と米粉を入れたら、続いてイーストを入れます。生イーストを硬いパンに乗せます。続いて塩です。塩はなるべくイーストに触れないように入れます。塩が直接触れてしまうとイーストが死滅して発酵の力が弱くなります。続いてオリーブオイル。今回こねる時に使うアイテムですけども、クロシェもしくはクードコション、豚の尻尾という意味の鍵爪になっている状態のものを使います。それを一番遅いスピードで混ぜながらぬるま湯を入れていきます。このぬるま湯を入れることによってグルテンがより出て、よりカリッと仕上がります。このまま10分ほど一番遅いスピードで混ぜていきます。だんだん固まり出してきたら、途中一旦上げて、周りについている部分ですね、きれいに混ざりきってない部分を手で剥がして取ってやります。こうすることによって均一にきれいに混ざります。このようにきれいに内側に残っている分を剥がしたら、このまま残りトータル10分ですね、一番遅いスピードで混ぜていきます。これで10分経ちました。ここからスピードを上げて2分混ぜていきます。ここで軽く粉を振ってきれいに剥がしていきます。剥がす時のコツですけれども、粉をつけてこのようにきれいに剥がしていくと剥がれやすくなります。あとはこの作業する時ですね、手じゃなくて、あとカードみたいなものがあれば非常にやりやすいと思います。今回ちょっと家になかったので、そのまま手でやっています。余分についている部分をきれいに剥がしながら、あとテーブルの上に先ほど混ぜたものを出して軽く成形してから一次発酵していきます。このきれいに丸めてあります。このように丸めることによってきれいにグルテンが形成されてきれいに発酵していきます。このまま常温で約1時間ほど発酵させていきます。ちょうど1時間経ちました。きっちり発酵しています。今回室温が22、3度だったので1時間で済みましたけども、その時の気温によって調節してください。軽く粉を振ってガス抜きをして二次発酵に移りたいと思います。このように軽く叩きながらきっちりとガスを抜きます。でガスを抜いたら、このようにもう一回成形して、この後もう一度ボウルに入れて冷蔵庫で最低1時間二次発酵させます。ちょうどこれも冷蔵庫で1時間経ちました。この後成形していきます。同じようにですね、粉を軽く振ってから台の上に出して 100g ずつに成形していきます。あとは好みで大きさ変えてもらったらいいと思います。今回 100g ですね。100g に成形していきます。
このように全部切ったら続いて一つずつ成形していきます。このようにですね、パンを丸める要領で丸めていきます。この丸める作業ですけども非常に重要になります。この利点ですけども、丸めることによって先ほど計量する時に切ってしまったグルテンを再度もう一度きれいに整えて球状にグルテンを元に戻すというイメージになります。このようにきれいに丸めることによって発酵した時にガスが中に残りますし、均等に膨らみます。あとピザを焼く時とかも伸ばした時に均等にグルテンが伸びていきますし、焼いた時きっちりグルテンが均等になっていないと変な形に焼き上がってしまいます。このように成形し終わったら、あとは入れ物に入れて冷蔵庫でゆっくり置いておけばいいです。ただ使う30分前、約30分前には冷蔵庫から出して常温に戻して発酵させてやります。今この状態が30分経った状態です。このままこのように伸ばしていきますけども、やはりピッツァ用ロはすごいなと思いました。なかなか見た目は簡単ですけども結構伸ばしにくかったです。最終的にこのようにちょっと引っ張りながら伸ばしていきました。これからちょっと何回か家で試しながらもう少し上手くなったら動画を上げたいと思います。なんとかピザらしい形になりました。あとは一番下にトマトソースをひいて好みのトッピングをして焼いていきます。今回家庭用のオーブンで焼くコツですけども、まずフライパン、油も何も引かずに熱々にしたところにこの生地を置いて、あとオーブンは一番熱い状態にしてそこに放り込みます。そうすると非常に釜焼きに似た感じになります。ただ木の薪などではないので美味しい木の薪の香りはしませんけども美味しく出来上がりました。次ピザするときはトッピングの様子も動画に上げたいと思います。ぜひ挑戦してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ボナペティ。